今月オープンしました道内初上陸の人気ラーメン店にテレビ初潜入です。麺入ります。よろしくお願いします。美味しいです。美味しいしか言えない。ちょっとあんまり僕自身もあんまり食べたことないですね。ラーメンでした。でも大満足でした。オープン初日からお店の前には行列。特徴は黒いスープのラーメン。まだまだ寒い日が続く道内に初上陸した本州で大人気のラーメン屋にテレビ初潜入です。場所が非常に分かりやすいんです。地下鉄南北線北24条駅から歩いて3分のところにあるんです。1月の11日オープンしたばかり。オープン初日には300人以上のお客さんが詰めかけました。で、平日でも200人以上のお客さん毎日のように詰めかけるという人気店、こちらの末広ラーメン本舗です。先代が実は京都の最も古いそして人気のある屋台ラーメン屋さんで修行をしまして、東北秋田で本店を出し、失礼いたします。そして秋田で人気に火がついて、で東京でもラーメン屋を出店して、さらにまた人気が広がっていったという、もうカウンター席12席のみということなんですが、詳しいことは店主の水上さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。お願いします。つい1時間ほど前まではもうお客さんでびっしりでしたもんね。はい。でちなみにSTV の番組が大好きだと。あ、そうですね。朝はZIP から夕方夜0まで見てます。ゼロまで見てるね。そこにどさんこいで朝もお願いいたしますね。はい。でもずっともう本当に大好きでいてくださってありがとうございます。じゃあ早速自慢の一品いいでしょうか。はい。こちらでございます。はい、お待たせしました。中華そば並でございます。これが黒いスープが特徴の中華そばになるわけです。なぜ黒いのかっていうのは後ほどご紹介しますが、いやー、このラーメン非常に人気。実はオープン初日の様子ちょっとご覧いただきたいんですけれども、オープン初日一番最初にこのラーメンを北海道で食べた方にお話を伺いました。今日って何時から並ばれてました？今日は8時少し過ぎぐらいです。北海道初出店ということだったんで、それもちょっと気になっていち早く食べたいと思います。僕自身もあまり食べたことないですラーメンでした。とても大満足でした。昔ながらでしょうか。なんか懐かしい気持ちになります。美味しいです。美味しいしか言えない。最高でした。リピートです。まだ来ます。もうラーメン好きのお客さんからも大絶賛ということなんです。早速では作っていただきましょうか。今日はいどうぞ。いいですか。じゃあ中華そばを作ってください。いいですか。はい。はい、そうです。何とも言えない間がたまりません。ありがとうございます。そうなんです。ストレートな麺が特徴、末広ラーメンの特注の麺がこれから入ります。ストレートというのが一つのポイントなんだそうですけども、それはよりこのスープに絡むというところも大事にされているんだそうですね。そしてこの麺を今これから入れていくところであります。もうラーメン好きの方が初日は本当に集まりまして、300人以上の方がいらっしゃったということなんですが、さあこの麺がまず入りまして、そしてそのお隣の寸胴にこれから手を入れるということになります。それが一体何なのか、もう本当に水上さんはラーメンもう大好き、もう作るのもそして食べるのも大好きということですが、おっとここでそうなんです、器が出てきましたが、なぜ温めてるんですか？これは熱々で提供するために丼も温めております。そう、スープが冷めないように、その思いなんだそうですね。湯気が出てるもんね。ここにネギが入りました。さらに黒いスープの特徴、その根本となりますこの返し、これ何でしょうか？これは京都から取り寄せているたまり醤油になります。京都のたまり醤油なんです。一般的なお醤油というのは大豆とそして小麦ですが、このたまり醤油っていうのはほぼ大豆でできている。だからこそ旨味とコク、特有の香りの高さが特徴ということなんだそうですね。でこれが黒いスープの正体でありますが、さあここでさらにスープ、
これは何が入ってますか？はい、これは野菜や、鶏ガラなどいろんな数種類の野菜も入ったスープになっております。そう、企業秘密で全ては言えませんが、野菜は数種類使用。そして豚骨、豚肉や鶏も入っている。臭みがなく口当たりのいいスープなんだそうですね。あっさりしているということであります。さあそろそろ麺ができたか。さあ麺をこの切る瞬間お願いいたします。1回2回3回とここで湯切りをして、そしてこのストレートの細麺が入りました。さあ水上さんは写真を撮るのが趣味ということですが、趣味は1枚の絵の中に、そして仕事はこの1杯の器の中に。丹精込めて作ったこのラーメンがこれから完成しようというところであります。そしてチャーシュー、福永さん、村雨さん、我々が思う一般的なチャーシューとはちょっと違うということなんですね。大きいのが一枚チャーシューではなく、ここからお肉が何ですかこれは？これは、豚の、腕肉やロースなどを使った、薄切りのお肉になります。薄切りのロースや肩などのこのお肉が入るということなんですね。これは先代からのこう器いっぱいにお肉でこう覆われるような、とにかく満足感を高めてほしい、そんな思いもあるということなんであります。さあ黒いラーメンがそろそろ完成ということになりますが、器をとにかく温めてますから、ギリギリまで温めていますから、スープは間違いなく最後まで熱々の状況ということなんです本当にお肉がいっね。ぱい入るんですね。丁寧に丁寧にね、この色も本当にたまりませんし、しっかりとこう作って、またお肉、追い肉とでも言いましょうか。お肉でこのお蓋してるみたいな肉が入って、もう麺がちょっと見えないぐらいまで、これはお客さんへの最後のおもてなしの心ということであります。さあやってきました、やってきました。はい、お待たせしました。中華そば並でございます。中華そばでございます。並なんだ。はい、レンゲもということですね。いや大丈夫です。ではこのまずは黒いスープを、これですね、合いそう。じゃあ早速この黒いスープ、麺を私いただきます。ちょっと待ってください。ちょっとなんだ。当店ははいネギが盛り放題になっておりますので、こちらをご自由にお使いになってください。ネギが盛り放題、はいということはこのネギが、僕なんてこうネギもともと大好きで、さらに今風邪対策でネギいいって言われますから、はい、いいです。こんなに盛り放題なんですもんね。はい、大丈夫でございます。ネギの値段もさだって今キャベツがよくニュースになりますけど、はい物価高ですよ。いや、まあそうですが、当店はこれでやらさせていただいております。で1日どれぐらいネギじゃあ使うんですか100本以上。 100本以上も、そうですか。いいですか、こんなにネギ入れちゃって、はい、大丈夫です。はい、多い人どれぐらい入れるんですか、ネギ。多い人はお肉と同じくらい見えなくなるぐらい入れる方もいらっしゃいます。そうなんですね。うわー、これで1杯1000円を切っている860円っていうのはまた嬉しいですね。うわー、麺もちょっとこうね、そうスープがほのかに染みてるのが分かる。黒くなっている。いただきます。これどう、素人からするとね、スープがあれだけ黒いとちょっとしょっぱいのかななんて思っちゃうんですよ。味が濃いようにね、ね。見た目は思いますけれども、どうなんでしょう。濃いと思うでしょ。はあっさりしてるい。んですよ。あっさりしてる、むしろ。これが特へ徴。そう、濃いように見えてコクだったり香りは本当に素晴らしいんですけれども、これあっさりしてる。やっぱり企業秘密のスープ、ここに野菜がたっぷり数種類入ってるからこそ、見た目は濃いんだけど味はあっさりという、そういうことになっているんだなっての分かります。お肉もたっぷり入っていて大満足感間違いありません。いや、もうこの人気の中華そばだけではなく、他にも魅力的なラーメンがあります。でさらにラーメンといったらチャーハンもちょっと変わったチャーハンなんだそうですよ。それをご時代に紹介しましょう。また呼んでください。いや、岡崎さん、ごめんなさいね、今中華そばってタイトルでそういう出てきたじゃないですか。そちらにチャーシュー麺っていうのはあるんですか。チャーシューチャーシュー麺あります。はいこれにこある。れどういうチャーシュー麺なんですかと。この中華そばの盛りにこう、はいチャーシューがこう盛ったプラスチャーシューがあるということですね。さらにこれがベースとなる中華そばで、さらにチャーシューも乗っけてというものがあるということです。はいこれはいいですよ。はまた平日限定のランチメニュー含めてどうぞご期待ください。じゃあご時代にまたお送りします。麺入ります。よいしょ。美味しい。美味しいしか言えない。ちょっとあんまり僕自身もあんまり食べたことないラーメンでした。でも大満足でした。し
下鉄南北線北24条駅から徒歩3分、1月の11日オープン初日。お店の前には行列300人以上のお客さんが訪れ、今も毎日200人以上のお客さんがいらっしゃっています。特徴は黒いスープのラーメン。道内初上陸のラーメン店、末広ラーメン本舗。本州で大人気のラーメン屋さんにテレビ初潜入です。それがこのラーメンなんです。黒いスープが特徴で、ネギも見えてますが、このネギがなんと盛り放題であるという、これがまた嬉しい。一番人気の中華そば、黒いスープが特徴で1杯860円ですが、もうこれでもかってぐらい入れる方が多いということですね。このご時世に嬉しいね、このネギ。もうこの盛り放題。いや本当ですよ。キャベツだけじゃなくこのネギも今本当に高いですからね。だからこそ喜ばれてるということですよ。店主の水上さん、はい、この黒いスープの中華そばだけど、もう一つ大人気のラーメンがあると、はい、それを作ってるところ、今日は見せていただける、では早速お願いいたします。はい、厨房にカメラが入っていいですよっていうね、ありがとうございます。この器も非常に温かい状態にしていて、寸胴の中に入れて温めている。だからスープが最後までもう温かいままいただけるという。で今何か透明な液体が返しが入りました。これ何ですか？塩の返しになります。塩、そうですから塩ラーメンなのこれ間違いないんですが、塩の返しどんなものですか？これはこれはちょっと企業秘密になっております。それ以上聞かないでということであります。そして今度はスープが、このスープもこれも企業秘密でしたもんね。あんまり詳しく聞くなと聞きたがりの私ですけれども、やめてくださいというふうに先ほどストップがかかっております。これだと野菜などいろんな種類のものが入っているということなんで。そして麺はストレート麺であります。これも特注なもの、今ちょうど出来上がったでしょうが、湯切りするその瞬間というのはラーメンの店主のその心意気、気持ちも入るその瞬間。さあお願いいたします。湯切りを1回2回3回というところで、実況の方は優しい湯切りでしたなりましたけれども今意外に冷静でしたけどもね、いや気持ちは間違いなく入っています。だってお客さんのために本当にいっぱいいっぱい心を込めて作りたいんですと、先ほど取材の時にも話をされていました。そしてチャーシュー、我々がイメージするものとはちょっと違うという話がありましたが、そうなんです。これが豚のロースと肩肉。これが先代が京都の非常に人気のある屋台のお店で、そのラーメン屋さんで修行して秋田で本店を出して大ブレイクし、そして東京でも人気店になった末広ラーメン本舗。まさにこのチャーシュー、これがチャーシューなんです。そして器いっぱいにお肉が広がってくる、これもこだわりということなんですね。さあ今ちょうど出来上がりまして、私の元にやってきました。ありがとうございます。これがこちらが塩中華そばでございます。塩中華そばということであります。これももちろんネギは盛り放題でございます。盛り放題。1日ネギ何本消費するんでしたっけ？ネギは、100本以上ですね。100本以上は消費してしまうということなんです。刻むわけですからね、こうやって。そうなんですよ。手もかかってるんです。いただきます。この湯気たまらないですね。ああ、麺に本当によく絡んでいるこのスープですけれども、このスープ自体が今度はもう本当にあっさりしてるんです。あっさりしてるんですけども、深い味わいといいますか、このうまさっていうのは感じますね。先ほど黒いスープの時には黒いのかな、濃いのかなと思いきや、濃くないあっさりということです。これもあっさりはしてるんだけれども深い旨味があると、そういう違いがあるわけです。でこの塩ラーメン、いろんなトッピングがあるということを聞いておりまして、生卵、生ニンニクや、海苔や味玉、メンマ、チャーシュー、バターありますが、非常に合うものがあるんですって。はい、僕はバターをお勧めしておりました。バターをお勧めしている。塩になぜお勧めしてるんですか？なぜお勧めしている？風味がまた変わって、また違った味で楽しめるから、バターをお勧めしております。味の変化が楽しめるから、だからこれを事前に頼んどいて、ちょうど食べ終わる終盤あたりにこのバターを入れたらもう味変でまたいいということですね。じゃあこ
の味の変化も楽しみながら味噌バターはねよく聞きますけど、塩ラーメンにもバターが。またガラッと変わりそうですよね。変わる。変わった。だってものすごいクリーミーになります。塩ラーメンであっさりした中に深い味わいと私お伝えしましたが、そこにクリーミーさが加わることによって、口当たりからもう全くこう変わってきますし、バターのやっぱり香り自体がまた口から鼻に抜けてくる。これがたまらないですね。バターのトッピングもおすすめの塩ラーメンをご紹介しましたが、もう一つご紹介したいのが、もうすでにカチャ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 音がしている、そうなんです、チャーシューもこのお店は人気ということなんです。チャーハンね。一般的なチャーシューとちょっと失礼しました、チャーシューじゃない、チャーハン、まあチャーシューいっぱい乗ってるけど。チャーハンチャーハン。失礼しました、チャーハンです。でこのチャーハンに黒くなりました。これ何ですか？これは醤油の返しになります。醤油の返し、そうです。ですから黒いラーメン、中華そばで使っていた醤油の返しをこのチャーハンでも使っているということなんです。たまり醤油ということでありますが、たまり醤油というのは大豆、ほぼ大豆でできているというところで、また香りも一般的なお醤油とも違います。そしてコクも出ます。旨味も非常に強いというチャーハンなんですよ。通常の醤油と違ってねえ、この黒いチャーハンでこれで終わりと思いましたら、そうじゃないと、なんと黄身が乗っている。これが最後の特徴なんです。君のために作りました、あなたに本当に喜んでほしい、そんな思いも込めて、この黒いチャーハンが今私のもとに、チャーシューじゃありません、これがチャーハンでございます。はい、当店では焼き飯黄身のせというメニューになっております。焼きのせ黄身のせ、焼き飯黄身のせ、ね、でこれじゃ食べるときは黄身を割っていただいて構いません。割っていただいて、皆さんそうしてる？そうしてます。はい。皆さんそうしてる？割って混ぜて食べるのがおすすめです。うわ美味しそう。うわー、なんという美しい、この黄身ちゃんとあったたまり醤油たっぷりのこのチャーハンをいただきます。これもだからちょっと素人考えではあんなに黒いとちょっとこうしょっぱかったりするのかなと思うけど、多分違うんでしょうね。どうなんでしょう。いや、ただこれ味はねしっかりしている。ラーメンの時とは違って味はガツンとパンチが効いております、このチャーハン自体。ただそこが黄身の甘さだったり、まろやかさが加わることによってまた変わってくるということなんですね。これやっぱりこう黄身があることによって絶妙なバランスを保ってくれているというのがよく分かりました。このチャーハンもね、本当にセットで食べたいわなんていう方、実際にこれをそれぞれ単品で頼まれるという方も多いということなんですけれども、セットがあるんですよ。平日限定ですが、1000円でやっております。一杯のこのラーメン、黒いラーメンか塩ラーメンか、これを選んでいただきまして、それに、焼き飯のハーフサイズの焼き飯がついております。焼き飯のハーフサイズがついてくるという、そういった平日限定1000円のこのメニューもありますので、こちらもどうぞ。ここに黄身はこの場合は黄身は乗っていないので、これは黄身は乗ってないんですね。トッピングで買っていただくか、このままでももちろんパンチの効いた美味しいチャーハンになってますので、それもおすすめです。やっぱり黄身を乗っけることによってまた違った形でもいいんではないでしょうかと。もう1月11日からオープンして毎日200人以上の方がもういらっしゃって大変ということですが、そんな中でテレビ初潜入、これからも頑張ってください。ありがとうございます。そして STV をこれからも愛してください。今晩も見ます。今晩何見ますか？今晩は突破ファイル。本当にありがとうございます。本当に好きなんですね。ありがとうございます。県民賞もぜひよろしくどうぞお付き合いください。ありがとうございました。ありがとうございました。早いもんでも番宣2025年も始まってもう1ヶ月経ちますんでね、ちょっと疲れも出てくると思うんで、こういうところでパワーつけるのいいんじゃないですか。しかも新しいお店ですから、新しい出会いがあるお店ですよね。いや、一度こう食べてみたいと、そのラーメンとチャーハンでしたね。